はい、皆さんこんにちは。ネイチトラベルアイアンウッドでございます。ANA 特典航空券を利用してお得にバンコクに行こう。ね、バンコクだけじゃなくってそこからさらにね、ヨーロッパも行きませんかっていう話をしております。もう一応今回で最後にしようと思ってるんですけども、ここの海外予約特典航空券。で、ここの提携航空会社特典航空券の利用条件を見ます。ヨーロッパの地図にヨーロッパの都市をね、本拠地としているスターアライアンスの航空会社9社を落とし込みました。北から行きましょうか。ポーランドはポーランド航空、それからベルギーはブリュッセル航空、ドイツがルフトハンザ航空、オーストリアがオーストリア航空、スイスがスイス航空、スイスインターナショナルだったかな。それからクロアチアはクロアチア航空、トルコがターキッシュエアラインズ、ギリシャがエーゲ航空、ポルトガルがエアポルトガルとなっています。これがね、ヨーロッパ内はみんな飛んでるんですけども、日本とかアジアに飛んでるか、これどう見てもわかんないじゃないですか。それをまた地図にね、落とし込みました。でこの中でね、ヨーロッパだけしか飛んでない航空会社と、それから日本を含めたアジアに飛んでる航空会社があります。LOT ポーランド航空は成田に飛んでます。それからルフトハンザ、オーストリア航空、スイス航空、ターキッシュエアラインズ。この辺りはね、日本を含めたアジアにいろんな都市に飛んでます。それはそれとして、今回バンコクでタイ航空なんかしてますので、こうしたんです。タイ航空がヨーロッパに飛んでいる都市、それと先ほどのヨーロッパを本拠地としているスターアライアンスと航空会社の相関関係をね、地図にしたんですけども、タイ航空が北の方からでオスロ、ストックホルム、ロンドン、パリ、ブリュッセル、フランクフルト、ミュンヘン、チューリッヒ、ミラノ、イスタンブールに飛んでます。で、この中でスターアライアンスの本拠地があるところを下線を引いたんですよ。ターキッシュエアラインズ、イスタンブールにバンコクからタイ航空で来ることができます。そしたらね、イスタンブールから先ヨーロッパの各都市にターキッシュエアラインズで乗り継ぎができるんですよ。同じようにブリュッセルも一緒です。ブリュッセルにバンコクが飛んできて、ブリュッセル航空で乗り継ぎができると。ルフトハンザもしかり、オーストリア航空もしかり、スイスインターナショナルもそうなんです。なので、ここの都市に飛んでくれば、ヨーロッパの都市にどこでも乗り継ぎが可能です。僕、2025年の5月にね、バルセロナ行きたいな。で、バルセロナはここ何にも印ついてないじゃないですか。バルセロナへ行くためにはこういうルートが取れるんですね。バンコクからタイ航空でイスタンブールに飛んできて、ターキッシュエアラインズでバルセロナ行きましょうとかね。それから、これはブリュッセルやね。バンコクからタイ航空でブリュッセルに飛んで、ブリュッセルからバルセロナにブリュッセル航空で行きましょうとかね。バンコクからドイツにタイ航空で飛んできて、ドイツからバルセロナにルフトハンザで行きましょうとかね。バンコクからスイスに、タイ航空で飛んできて、スイスからスイスインターナショナルへバルセロナに行きましょう。こういうようなね、乗り継ぎが可能になります。それ以外の都市ね、例えばバンコクからロンドン行っちゃうと、ロンドンにもバルセロナにもスターアライアンスを本拠地としている会社がありませんので、ロンドンからバルセロナがつながらないんです。そしたらね、逆のパターンね、バンコクからロンドンへ飛んだ。ロンドンからそしたらヨーロッパの都市に乗り継ぎできないのか、そんなことはないんです。これはね、目的地をアテネにした場合、アテネはエーゲ航空があります。そしたらバンコクからもうオスロだろうが、ストックホルムだろうが、ロンドンだろうが飛べば、エーゲ航空でアテネに行けますよっていうパターンです。このどっちかじゃないとヨーロッパの乗り継ぎができないんですね。ですから、バルセロナ行きたければ、ルフトハンザとかターキッシュエアラインズを使わないとダメですよと。でそうじゃなくって、ただポルトガル、リスボンはポルトガル航空が飛んでますから、ロンドン経由リスボンは行けます。っていうパターンですね。これがあります。
で、これに関してはね、もう今日はね、検索はやらないです。で、何が大変だって言ったらね、ここに載ってる会社が、今ね、アジア便のビジネスクラス、本当に開放してないんです。もうほぼほぼゼロじゃないかなと僕思ってんですけど、なんかね、稀にね、オーストリア航空とかスイスインターナショナルのアジア路線がぴょこんって出てくるんですけど、僕が2025年の春に取ったターキッシュエアラインが今全然出てこない。で、ここやね、案外出てくる可能性があるのが、ポーランド航空の成田便。これがね、ポコーンって出たり出なかったり出なかったり出なかったりするんですよ。ですから、ちょっと僕の中じゃ、ポーランド航空って取りやすい会社なんか取りにくい会社なんか分かってないけど、取れない会社じゃないです。ルフトハンザ航空はエコノミーしか見たことないんですけど、ビジネス取れるんですかね。知ってる方教えてほしいんですけど、もしかしたら355日前の朝9時の争奪戦に加わるしかないかもしれませんね。で、今日の最後ですけども、そしたらね、バンコクからのパターンはもう今まで見てきた通りです。3ヶ月前であれば取れますので、3ヶ月前にバンコクどこでもいいからヨーロッパの都市へまず飛んでください。そこからね、思ったところへ、乗り継ぎができれば OK だし、もし思ったところへ乗り継ぎができなければ、ヨーロッパ内はもう自力で LCC で移動してください。どっちにしてもね、まずヨーロッパ行かないことには始まらないんで、やっぱりルフトハンザの就航都市のフランクフルトとミュンヘン取りやすい気がするんです。それとロンドン取りやすい気がするんですよ。なので、そのあたりを、マスターすれば、東京からバンコク、バンコクからヨーロッパ、で、ヨーロッパ内の乗り継ぎ、これが可能になると思います。検索の仕方なんですけども、また ANA のホームページ戻りますね。そしたら最後に ANA のホームページで、1個検索してみますね。こちらの複数都市クラス混在の方行きます。でね、ばらしてね、検索をしていくんですよ。で、今回だと、バンコクからフランクフルト経由、バルセロナ行こうと思うんですけども、そう打ちましょうか。ね。今回もバンコクかフランクフルトかバルセロナって打ちましたけど、僕結構やってるのは、1行目を本命の都市を入れて、2行目当て入れるんですよ。東京から大阪みたいなね。もうそれで、ガンガンいろんな検索して探しまくるっていうのがこれ上等手段なんですよ。で、3ヶ月前ぐらいからあるはずなんで、ちょっと2ヶ月前見ようか。11月7日見てみましょうか。11月7日の11月8日。これでどんなのが出るかな。あ、出ましたね。11月7日の12時40分の19時05分。これが空席があります。ということは、翌日の19時5分より前ですね。フランクフルトからバルセロナ。これいけますね。15時45分。はい、この通りです。バンコクからフランクフルト、フランクフルトからバルセロナで、タイ航空のビジネス、ルフトハンザのビジネスで行けます。4万7000マイルと5万9350円必要です。ただしね、今僕は日本にいますから、これだけできたからってね、面白くないじゃないですか。なので、ここに日本を追加しましょう。じゃあ東京、バンコク、フランクフルト、バルセロナと行きましょうか。今、7日の8日でしたね。そしたらこっちがもう1日前だから6日ですね。さあ、これで、バンコク何時だったかなあ、そうだ、12時40分だ。それより後に着かなダメだね。ビジネスはないか。残念だな。12時40分より後だ。これいけますね。15時40分にバンコク着きます。で、バンコクから先は先ほどね、あるの分かってます。これ行きましたね。あらなんででっかい、なんでダメなんもう一回。6日東京バンコクでしょ ?7 日バンコクフランクフルト。8日フランクフルトバルセロナ。この下2つ OK だったから、7日の12時40分より前にバンコクごめんなさい。だから前日だから、6日の12時40分に後ついてたらいいはずなんですけど、さっきこの便でエラーになりましたよね。
これなんなん？タイ航空でしょ？よく似た時間帯で ANA あるから、これクリックしましょうか。で、ごめんなさい、バンコクから先はさっきと一緒ですよね。これで出るの？あれ？これね、ヨーロッパあるあるなんですけど、もうね、理不尽なことを山ほどやられるんですけど、今ね、ここをタイ航空にして、で、1時間しか変わってなかったでしょ？あれで引っかかったのに、なぜか ANA だと引っかからないって、なんででしょう？誰か教えてください。で、東京からバンコク、フランクフルト、バルセロナ。残念ながら今、ビジネスの空きがありませんでしたが、ここはエコノミーしましたけど、必要マイルが6万500、支払い総額は7万4170円で行けます。で、全部ビジネスしたければ ANA だと直前発券じゃないとダメですよね。せっかくなのだからそこも見ましょうか。10月19日、10月20日、10月21日。これ空きあるかないか見てないからね、本当にあるのかな。ビジネスないや。でも何これ、乗り継ぎ1回でビジネスあるって。シンガポールだったらあるんだ。っていうことはね、ごめんなさいね。ダメだ。シンガポール航空が出ないからダメだ。これどこ？シンガポール経由だったらいけるのか。中国経由でもいけるのか。中国経由でもいけるのか。でもこれするとヨーロッパで乗り継ぎできなくなっちゃうんですよね。ただちょっと先を見たいから見ましょうか。あるやん。しかも2便も。12時25分と23時45分。でもね、ここでもう2回乗り継ぎやってるから、この先進むとエラーになるんですよ。そうなんですね。エラーになっちゃうんです。なので、どうするかなんですけど、今ね、シンガポール経由だって行けたんだけど、問題はシンガポールからフランクフルト、エコノミーしか出ないはずなんですけど、ちょっと一応念のためやってみますね。で、ここにあるんですよね。17時15分着にしますね。これどこ？ルフトハンザ出たじゃないですか。奇跡やね。ただこれストップオーバーですよね、多分。10月の20日の23時40分の6時35分はあります。これストップオーバーになるからダメだ。そうだよね。っていうことは、ストップオーバーにならないような日付にするためには、ここを20日にせなダメですね。で、ここも20日にせなダメなの？そうなの？僕勘違いしてない？ちょっと21日でやってみますね。うわー、今度東京からフランクフルト空席待ちになった同日にしたから、これ集約されるんですよ。ダメじゃん。ダメじゃん。なかなか難しいでしょ？ね、簡単にヨーロッパ行こうって言ってもね、そしたらここをバンコクにすりゃ行けるんですよね。で、バルセロナを諦めたら確か行けたはずですよ。10月の20日、10月の、10月の19日20日だ。ごめんなさい。19日20日で。ね、これで確か行けたんですよね。シンガポール経由で、これまた日付間違うなよ。これダメだ。これはダメだ。これがいけるわ。これがいける。で、これでいける。そうよね。これやったらいけるんや。で、これ、いけるんですけど、もう国外をこれ2カ所乗り継ぎしてるから、フランクフルトか先には行けないです。でも、ヨーロッパには行けますね。で、今回は全部ビジネスクラスです。さっきと一緒でしょ？ 6 万500マイル。お支払い総額は6万、一緒なぐらいちゃいました。ちょっと経由地が違うから若干違うと思うんですけど。
まあこれでね、なんとかなったんで、ご勘弁ください。なんせね、探すの大変です。それと先ほどのね、ここをタイ航空にしたら、なぜか蹴られたじゃないですか。ああいうもう理不尽なことが山ほどあるんで、その理不尽耐えながらね、頑張って。で、まあ、行けたのはいいけど、帰りも取らなダメですよね。ですから、行きも取って、帰りも取って、で、これだとフランクフルトしか行けないと思われている方多いと思うんですけども、ここでオープン上を使うんですよ。私、2025年の、旅でね、行きはバルセロナまで。で、帰りはね、ローマから帰ってくるっていうチケットを取ってます。で、そしたらバルセロナからローマどうするか。ポルトガル航空で、リスボン経由でね、バルセロナからリスボン行って、リスボンでまた宿泊して楽しんで、ストップオーバーできるんです。これ面白いんですよ。ポルトガル航空のチケットね、格安チケットでもね、ストップオーバーできるか、ストップオーバーしてくださいって出るんです。で、確か2万円のチケットで、バルセロナからリスボン行って、リスボンでストップオーバーをして、ローマへ行くっていうチケット取ってたんですけど、ね、大停電に巻き込まれて、そのね、チケット使えなかったんですよ。まあ、その顛末ももうね、ぐだぐだやってます。まあ、ヨーロッパ本当に理不尽なことだらけ。本当ね、大変ですけど、取れます。はっきり言って取れます。ね。これを僕見せたかったんで、今日最後にね、東京からまあ変なシンガポール経由、バンコク経由ですけど、フランクフルト行けますよっていうところをお見せして、今回のシリーズね、一旦終わりにしたいと思います。ちょっと次回ね、どんなネタやるか決めてません。来週の金曜日に新ネタあげますので、チャンネル登録をしていただきまして、ぜひご視聴のほどよろしくお願いいたします。